戸田幸代さん、当時25歳。爆心地から 0.8km の鉄砲町で被爆しました。8月6日の朝、自宅の縁側に腰掛け飛来した B29 を見ていた時に被爆しました。爆風で家の中に飛ばされて気がついた時には頭から血が流れていました。当時妊娠4ヶ月だった戸田さんはその後無事に女の子を出産しました。ちょうど7時頃でしたかね、警報が鳴ってね、で食事朝ごはん食べた頃に解除になったんですよ。それでだからもういない思うてのがいるからね、まだ飛行機飛んでるよ思うて汗拭きながらこうしてぼーっと呆れてたんですよ。そうしましたらね、しばらくしてさ、どのぐらい時間が経ったか知りませんけど、私が呆れてたらなんかね、シュル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 いうような音がするんですよね。で何の音かなもう飛行機がこうあっち行ったりこっち行ったりするのをこう見てたんですよ。そしたらね、ちょうど前の家の上の方へ持っててね、大きな真っ赤なね玉が落ちてくるんですよ。それでね、あら何かな焼夷弾かな思った瞬間に、今度はね稲光の何十倍あるような白いね、ものすごい光がパーッと光った思ったら途端にドーン言うたんですね。でその瞬間に私ちょっと体が動いたような感じは覚えてるんですが、その後はもう何にもわからないんですよね。でそのうちに少しずつ頭がはっきりしてきて、あ、そうだ、大きな玉が落ちてきたら火事になる思いましてね、これは下敷きになっとるんじゃ思って、その時に気がついてね、でなんとかして出にゃ思うてから一生懸命バタバタしよったんですよ。もう体を動かして、そしたら足の方がスポッと出ましてね、でもこうして後ずさりして出てきたわけなんです。で家族いてもお父さんとお母さんと私、主人はね5月に兵隊に出たんですよ。だから誰もいませんしね。ので近所の方にはみんな人がおられたんですけどね、たくさん。だけど誰もいないんですよ。本当に誰もいない。さあどのぐらいの時間かそんなこと一つも分かりませんけど、本当に一人になったんかと思いましたよ。でね、しばらくそうしてぼーっとしてキョロリキョロリしてたんですよね。そしたら八丁堀の方から今の電車道ですよね、元は電車道じゃなかったですからね、あそこの方から向こうの方からね、なんか人が来るんが見えるんですよ。本当に嬉しくなってね、私すぐ立ち上がってね、一生懸命こうして待ってたんですよ。で近づいた人を見たら本当腰が抜けるほどびっくりしましたね。でね、髪がね髪がみんなこんなになってるんですよ。固まったようになってね、こんなになって逆立ちになってね、そして顔からここらがもうズルズルになって、ここの顎のところにねこんなにあれが皮がねぶら下がる。それから手はねちょうど、この辺までは半袖着てますわね。それからそれがむげてね、それで手のここでまたそれがこんなになって、それでこんなになった人がねゾロ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 来るんですよ。でやっと橋の下へ押すなって橋の下へみんな行ってね、でその頃にだから土手の下の方におられた人やらね、なんかもう随分流されましたよね。だからしばらくだいぶ時間が経った頃でしたよね。
引き潮になってね、もうその頃にはもう丸太を流すような人が流れるんですよ。今までは少し水越えて引き潮ですから割とさっさっさっさ川が流れますでしょ。だからね、もうほんと丸太が流れるのにポカ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 浮いてね、流れてね。でその頃にね、なんか雨が降ったんですが、しばらく10分間ぐらいでも降りましたかね。橋の下から出るとね、痛いような、当たると痛いような雨が降ったんですよ。だからまあ後から黒い雨が降ったいうのを聞いて、あれが黒い雨だったんじゃないかな思って、その時は当たっても黒いやら白いやら分かりませんからね。私はね、ちょうど妊娠してね3ヶ月の終わり頃だったんですよね。それでね、もしか流産したらどうしよういう気がありますでしょ。ずっと朝から水使ってたんですからね。もうそれが恐ろしゅうてね、こんなところでお腹でも痛くなったらどうしようかしら思いましてね、もう眠るどころじゃないんですよ。私がうとうとっとして目を覚ました時にはもう夜が明けてましたがね、もう見たらね、ほんと足の踏み場もないほど、私らが来た時以上にね人が倒れてね、倒れておる。それに探しに来た人がおるでしょ。もう行ったり来たり、もう足元の方もいっぱい人がほんとゴロゴロ転げてるんですよ。その転げてる人にね、大きな真っ黒い灰がね、もういっぱいワンワン言う、ほんとブン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 言いますでしょ。あれがねワンワン言って聞こえるぐらいね灰がおるんですよ。こうやってね死んだ人やらね、いぶかれん人のここらの方やらここらの方へね、手の方にもういっぱいね、大きなこのうじがね、頭をかにしてね、うじゃ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 いっぱい。一晩のうちにこんなにうじが湧いていて、みんな、私も思いますけど、みんなそう言ってね見とられましたよ。とにかく焼け跡へは出られない、暑くてとてもダメじゃいうことでしたからね。とにかくおじいちゃんはじゃ深川行こうやいうのが紅葉町の中深川にお母さんの姑さんの里があるんですよね。そこへ行こうやってね、そこへ6つなる長男を預けてたんです。だからね、そこへ行こうやって、そうやって中深へ着いたのが夜の9時半頃でしたかね。そこにも10人ぐらいおりましてね、古田の親子もやっぱりそこへ来てましたね。ああよかったね言ってね、これおじさんおばさんも待っててくれましてね。でそこで白いご飯に熱いお味噌汁をもらった時に、おじいさんと2人で「ああ助かったね」言うて、こうやって顔を見たらもう2人で大泣きしました。その時に初めて涙が出ました。それまで全然泣かなんだですね。ほんと泣かなかったです。そういう気持ちはどこに行っとったんだろうかと思うんですけどね、全然何にも思わなかったですね。その時に初めて泣きました。